こんにちは、アルチチャンネルです。今回の本は Why Time Flies なぜ時間は飛ぶように過ぎるのか。著者のアラン・バーティックさんはニューヨークタイムズのシニアエディターです。時間がゆっくり進んだりあっという間だったりするのはなぜか、今とは何か、この時間の謎を解き明かします。早速ご紹介していきましょう。私は時々夜中に目を覚ます。室内は暗く、その暗闇は果てしなく広がる空の下のようであり、地下の巨大な洞窟の中のようでもある。空間を落下しているのかもしれない。夢を見ているのかもしれない。時計だけが動いている。規則正しく悠然と時を刻み続ける音がする。私はとても落ち着いた気持ちになって理解する。時間は一つの方向だけに動いているということを。夜中に目が覚めると、私はどうしても今何時か知りたくなる。プルーストはこんなことを書いている。眠っている人間は身の回りに糸のような時の流れを巻きつけている。目覚めた時、人は本能的にそれらを探って自分が今いる地点や目覚めるまでに流れた時間を即座に読み取ろうとする。このように自覚しているかどうかにかかわらず、人はいつでもそういうことをしている。これは成熟した時間感覚とでも呼ぶべきもので、時計やカレンダーを見なくても今の大まかな時間や日付がわかる能力のことだ。学者たちはこの能力を人がどのように働かせているのかを解明しようとして様々な研究を行ってきた。ある実験では、通りがかった人に今日は何曜日でしょうかと質問をして反応を見た。その結果、週末に近いほど正しい曜日を答えられることが分かった。答えを出すには過去に遡って昨日は月曜だったから今日は火曜という方法と、未来の日を起点にして逆向きに考えるやり方がある。どちらの方法で考えるかは前の週末と次の週末どちらが近いかによって決まる。つまり今日が月曜や火曜なら過去の週末を起点にして今日を判断するが、金曜に近づくと判断の基準日は未来の週末に置かれるのだ。この一つの仮説として、人は時間的な目印を使って自分の位置を判断しているのかもしれない。目の前に広がる水平線上に島を見つけるようにして、過去か未来のどちらかの週末の方を向き、そこから自分がどのあたりにいるのかを見積もるのだ。しかしこの仮説は、なぜ週の半ばになると時間の起点が未来へ移動するのかの説明にはならない。つまり人はどうして曜日が進むにつれて過去に遡って考えるやり方をしなくなるのかは不明である。それでもとにかく人は何らかの方法で今自分がいる時間の位置を探すことをほぼ休みなく続けている。映画館から出たとき、夢中で読んでいた本からふと目を上げたとき、今何時だろうと考える。時を忘れて過ごすと自分を取り戻すまでに一瞬の間が必要なのだ。生物にはサーカディアンリズムというのがある。サーカディアンの語源は一日を意味するラテン語から来ていて、およそ一日の周期でリズムを刻む体内時計が備わっている。植物や動物におおむね24時間周期を保つ能力があることははるか昔に発見されていた。1729年にはフランスの天文学者ジャン・ジャック・メランが植物のヘリオトロープでその周期を発見していた。ヘリオトロープには夜明けに葉を開き夕暮れに閉じる習性があるが、暗い戸棚の中に入れてもその習性は変わらない。まるで夜明けや日暮れの時間を本能として知っているかのようだ。このように様々な生物にはサーカディアンリズムがあるが、その周期は24時間より少し長いものもあれば短い生物もいる。ヘリオトロープも長い時間暗闇に放置をすれば、その周期は外部の1日の周期からずれてくる。つまり24時間周期に保たれるには日光の刺激を受けてリセットされることが必要なのだ。
人間のサーカディアンリズムはおおむね24時間と30分という実験結果が出ている。このサーカディアンリズムは人間の膨大な数の遺伝子の中に存在していて、人間は一つの時計とも言える。この時計は完璧ではなく、24時間周期を保つためには毎日日光を浴び、地球の自転の周期と同期させることが必要である。人は常に時間のことを考えている。時間の長さを見積もり、昨日を振り返り、明日を検討し、前と後の区別をつける。常に時間と共にあり、時間にこだわっている。人間のサーカディアンリズムを比較的正確に調べる方法は、体温を測ることだ。平均的な人の体温は 36.9 度だが、人の体温は1日のうちに 1.2 度も変動する。規則性があり、正午から午後にかけて最高値になった後は徐々に低下し、夜明け前のまだ起きていない時間が最も低い。私たちは皆一日を通して時計のように規則正しく上下する体温の変動を日々繰り返していて、時を刻んでいる。また時計はもちろん時を刻むものだが、別に時計でなくても規則的な動きを長く続けるものなら時を刻んでいると言える。例えば原子の振動、振り子などである。しかしそのような様々な時計は刻んだ時間を数えているとも言えるだろうか。時計の数字は数を数えているのだろうか。それとも数えているのは見ている人だろうか。数える知性がなくても時間は存在するのか。魂がなくとも時間は存在し得るのか。アリストテレスは、数えようとする者がいない場合には何かが数えられるものであることが不可能であり、したがって数も存在しないと言った。アウグスティヌスは、時間はそれを測る行為に宿る。だから時間は人の知性に属するものに他ならないと言っている。つまり、あらゆる生物はサーカディアンリズムを利用して生存しているが、その時間を数えることはその能力を持つ者だけが行うものである。さて、古くから続く議論の一つに、時間はそもそも知覚可能なものなのかということがある。今では多くの学者が知覚できないと考えるようになっている。その根拠は人間の体の構造にある。私たちの五感はそれぞれ別々の現象を感知する固有の器官がある。例えば、音は空気中の分子の振動が鼓膜の動きを引き起こし、音になる。視覚は光を構成する光子が目の奥の神経細胞に当たった結果として映像となる。しかし、時間を感知することに特化した器官は人体には備わっていない。3秒続く音と5秒続く音の違いはわかるが、どのようにしてその時間を測ったりできるのかは科学的に解明されていない。実は発達心理学の観点から言うと、時間は人類が徐々に知るようになるものだ。生まれてから数ヶ月のうちに身につけるものの一つが時間に対しての認識である。子供は4歳ぐらいになってようやく今より前と後を区別できるようになる。さらに年齢を重ねていくうちに、時間は一つの方向に進んでいくということをはっきりと意識するようになる。時間についての私たちの認識は本能的なものではなく、いつの間にか受け入れ、長い年月をかけて馴染んでいくものなのだ。私の知人であるデイビッド・イーグルマンは8歳の時、自宅の屋根から落ちた。イーグルマンは落ちながら時間がゆっくりになっていた感覚をはっきりと覚えている。止まったままクリアな思考が次々湧いてくるようで、屋根の縁をつかむ時間はあるだろうかなどと考えたり、レンガの地面めがけて落ちながら地面が近づいてくるのを見ていたという。イーグルマンは鼻を骨折しただけで済んだが、今も時間がゆっくりになったその経験に興味をそそられている。現在はスタンフォード大学の神経学者として
様々な仕事をしている。特に時間知覚を研究の中心に添えている。私は時間知覚には関心がなかったが、フラッシュラグ効果と呼ばれる現象に出会ってから興味が湧いた。フラッシュラグ効果とは錯覚の一種で、様々な学者が長年にわたって研究しているものの、まだ十分に解明されてはいない。例えば、あなたが見ているコンピューターの画面に黒いリングが一つ現れ、画面を横切っていくとする。その途中でリングの内側がピカッと光る。このように。ただ、あなたにはこのようには見えない。フラッシュとリングは絶対に同じ位置には見えないのだ。あなたにはリングが先に動いてフラッシュを置き去りにしたように見える。このフラッシュラグ効果の実験はあまりにはっきり見えるので、モニターがおかしいのではないかと思うかもしれないが、これは正真正銘、脳による情報処理のやり方の表れなのだ。とにかく不思議としか言いようがない。フラッシュが光る瞬間、あなたはリングを見ているとしよう。そのフラッシュがたった今を表すなら、リングはどうしてたった今より進んだ位置にあるのだろうか。よくある説明は、人がリングがどこに動くかを予想しているからという考え方だ。これは簡単に検証できそうに思えたので、イーグルマンは実際にやってみた。もしフラッシュの直後にリングがコースを変えたらどうだろうか。イーグルマンはリングが上、下、逆戻りにコースを変えるバージョンのフラッシュリング効果の実験をした。その結果、被験者が目にしたリングは新しい道筋、上や下、あるいは逆戻りに沿ってフラッシュとはわずかに離れた位置にあった。ランダムに方向転換をさせても同じことだった。まるで被験者が予測不可能な未来を予知しているかのようだ。イーグルマンは最初は混乱したものの、やがてそれはリングの動きを予測しているのではなく、法則と呼ぶべき現象だと気づいた。予測と違って法則とは過去を振り返ることだ。フラッシュラグの錯覚は基本的には観察者が時間の中のどこにいるかを問うもの。フラッシュはたった今起きるのだから、フラッシュこそが今その瞬間を表す目印のはずだ。予想仮説ではこれが前提になっている。それは十分に合理的で、わずかにずれているリングは予想される今よりもほんの少しの後の未来の姿ということになる。観察者はフラッシュの地点に座りながらリングという未来を見つめているようなものだ。しかし、イーグルマンの説はその逆で、観察者は後ろを向いているというのだ。確かにフラッシュは今起きたように感じられる。しかし、今より後のリングを見ることができるのは、今より後の時点にいる場合だけだ。そうなると、本当はそのリングの方がたった今を表しているのであって、フラッシュは今の直前のことだと考えられないだろうか。フラッシュは直前の過去が残した残像なのだ。しかしイーグルマンは実際はそれよりさらに奇妙だという。実はリングもフラッシュも今を示しているわけではない。どちらも直前の過去の残像なのだ。たった今という時間の判断はほんのわずか遅れて起きている。私たちが見ている世界は何かの授賞式の生中継をテレビで見るようなものだ。誰かが悪態をついたりする可能性に備えて、わずかな遅れが組み込まれている。イーグルマンはこう言った。脳はほんの少しだけ過去を生きています。脳はたくさんの情報が集まるのを待ってから物語を紡ぎます。脳が見せる今は、実は少し前に起きたことなのです。ある日のこと、私はイーグルマンの車に同乗して、テキサス州ダラスのゼログラビティアミューズメントパークに向かった。ここではフリーホールが体験できる。人が急降下する恐ろしい状況を被験者に体験させ、時間が遅くなるとはどういうことなのかをイーグルマンが計測しようというのだ。例えば私の母親は昔、車で高速道路を走っている時に目の前のトラックから冷蔵庫が落ちてきて、どうにか避けられたが、その時はスローモーションのようだったと言っていた。
このように時間がゆっくりに感じられるとき、一体何が起きているのかを検証しようというものだ。実験の鍵になるのはイーグルマンが考案した腕時計のような装置。彼はこれを知覚クロノメーターと呼んだ。大きなデジタル式の表示板がついているが、そこには時間ではなく数字の画像が白黒反転しながら素早く連続して表示される。画像が変わる速度が遅いうちは数字を判読できるが、そのスピードがある値を超えると画像が重なって互いに打ち消し合ってしまうので、観察者には画面には何も表示されていないように見える。見えなくなる値は人それぞれで、イーグルマンは被験者ごとの見えなくなる値を測定し、クロノメーターの変化速度をその値よりわずかに速く設定する。つまり数字が見えなくなるギリギリの速度に設定するのだ。私はその装置をつけて落ちながらそれを見る。もし本当に時間が遅くなるなら、ギリギリ見えなくなる速度で白黒反転しているその数字を見ることができるだろう。私はフリーフォールの前に立ってクロノメーターを目の前にし、視線を集中し、私は落ちた。落ちながら確かに通常よりも長い時間感覚を味わった。そして数字は見えなかった。イーグルマンは今までに26人の被験者を集めて実験をしていた。被験者たちの報告によると、他人が落ちるのを見ていた時より自分が落ちる時の方が平均 36% 時間を長く感じていた。それでもクロノメーターの数字を読むことができた被験者はゼロだった。イーグルマンはこう言った。時間の経過を 36% 遅くできるなら、つまり動画を 36% 遅くして見ることができるなら、クロノメーターの数字は簡単に見ることができるでしょう。しかし実際には誰も数字を見ることができませんでした。人は時間を歪ませることはできても、時間そのものがゆっくりになるわけではないということです。ではなぜ時間が長く感じられたのだろうか。可能性が高いのは脳にある扁桃体という領域の活動だ。くるみぐらいの大きさの扁桃体は記憶を留めることに関与していて、目と耳からのニューロンが直接つながっている。届いた情報を脳と全身に向けメッセージとして発信するのが扁桃体である。特に緊急に注意を高める必要があるときに、扁桃体は入ってきたシグナルを増幅しながら送り出すメガホンのような役割を果たしている。フリーフォールの間、人の体はパニックモードになっていて、扁桃体が通常よりも活発になる。一瞬の間のことであっても自分の命を守るため、様々な感覚を研ぎ澄まし、その情報が扁桃体を通過する。通常よりもたくさんの情報が記憶されるので、落ちる時間が実際より長かったような印象になるのだ。今年も飛ぶように過ぎていく。まだ7月だと思っていたら、夏はいつの間にか飛び去って11月になり、気がつけば年末がそこまでやってきている。最近、私は時の移ろいの速さをたびたび感じるようになってきた。人生の一時期を振り返って今と比べたりすると、その間に何年もの時が過ぎたことに気づいてショックを受け、その時間はどこに行ってしまったのかと考えてしまう。少し前にお話したように、人には時間を感知する器官は備わっていない。では人は時間のことをどうやって感知するのだろう。イギリスの心理学者ウェアデンは、人は大抵その時間を占めていた出来事を通して間接的に時間を知るのだと説明した。時間は事象ではなく事象を通して流れる過程であって、名詞ではなく動詞的なものなのだ。私たちは時間そのものを経験するのではなく、時間が過ぎ去っていく印象によって時間のことを知るに過ぎない。過ぎ去っていく時間を認識し、心に留めることは変化を認識することだ。変化は自分の周囲や自分が置かれている状況に起き、また自分の考えや心の風景といった内面にも変化があるはずだ。今という感覚の中にあの時の意識が入り込んでくる。
その両者を比べるには記憶が必要だ。つまり時間が飛ぶように過ぎたり、ゆっくり進んだり、急に飛んだりするようなことがあるとすれば、それは以前の速さを思い出せる場合に限られる。その記憶に基づいて、この映画はかなり長く感じたとか、読書をしているとき、ふと時計を見て、もうこんな時間が経ってしまったと言ったりする。私はかつて人の時間感覚というものは、その時間の経過とともにあるものだと思っていた。しかしそれはできないのだ。人はその時は時間を感じていないのだから、時間の感覚は純粋に後で推定するのだ。現実に私たちがどうして時間はこんなに早く過ぎるのかという時は、時間を忘れていたというのが本当の意味だ。ある範囲の時間が飛び去るかどうかは、その人がいつ時間のことを考えるかによる。つまり、振り返ってから考えるか、それが起きている最中に考えるか。時間が進むのが遅いという印象は、過去形でも現在形でも感じることがある。交通渋滞にはまった時に永遠に続くかのように思えることがある。そういう状況は後になって振り返ってもそのような印象で思い出すだろう。一方、時間が飛び去ることをその瞬間に感じることはない。なぜなら、時間が飛び去るのはその時点で時間を気にしていないから。あなたは、いやー、この映画は時間が飛ぶように過ぎているな、と感じながら映画を見たことがあるだろうか。人は退屈して時間を気にするか、映画に没頭して時間を忘れるかのどちらかだ。時間は楽しんでいる最中に飛び去りはしない。その楽しみが終わってから初めて飛ぶように過ぎたことに気づくのだ。